爪をね食べたりするんですよね。手前からこうやって切ったりするんですよ。日本じゃ絶対ありえないけど、こっちでは普通ってなります。あ、私魚を食べない。Hola, tudo bem? はるみです。今日はカルチャーショック編、カルチャーショックのマナー編、日本と比べてちょっとびっくりなマナー、これをたくさんあるんですけど、今日も、5つ選んで話します。ブラジル人、大人でも爪をこうやって噛んでる人結構見るんです。普通に仕事とかで話しててもなんか聞きながらこうやって爪噛んでたりとか。日本だと爪噛むって結構悪いマナーとして捉えられますよね。ブルーノも実は爪噛む癖があって、もうやめてって言って、今は見ることない、隠れて噛んでるかもしれないけど、でも爪をね噛むっていうか、爪食べたりするんですよね。やめてっていう感じで。スプーンの持ち方、それからフォークとナイフ。スプーンをね、普通スプーンじゃなきゃこうやって持ちますよね。こっちの人こうやって持って食べる、みんなじゃないです。こうやって持って食べてる人をたまに見るんですよ。ブルーノもたまにやるんです。未だにこうやって食べるの嫌ですよねこうですよね。それからフォークとナイフっていうのは、普通例えばフランス料理のマナーとかだと、フォークとナイフ実際にあった方がいいですよね。普通こうですよね。こう左手にフォーク持って、しかも後ろ向きでこうで、お肉だったらこうやって切って、だから自分の左側からお肉切りますよね。でこうやって食べる。ご飯とかここの上に乗っけて、すっごい食べづらいけど食べたりしますよね。でもブラジルはこうやって持つんです。普通に、フォークだけで食べる場合は、私たちもこうですよね、右利きだったら。でもブラジル人はナイフ使う時も、ナイフは左手に持ちます。肉切る時は、肉切る時どうやって切るっけ。こうやって逆にしてやっぱり刺して、肉はだから右から切るんですね。でね、こうやってね肉実際ないと分かりづらいから、また別のビデオで実際やってるとこ見せますけど、違う、フォークを肉のね前の方に置いて、手前からこうやって切ったりするんですよ。横にこう右から左とかじゃなくって、こういうね、変な切り方して、最初はそれがすごく慣れなかった、びっくりしたけど、今で私もそういう風に食べますけど、でもこれ結構慣れると、効率がいい、慣れると使いやすくって、肉もこうやってちゃんと切れるし、あとご飯とか食べるときは普通にこうやって、ナイフどうやって使うかっていうと、ここの上にこうやってよそって食べる。だから私はもうこのフランス料理のこれよりもこっちの方がずっと食べやすいです。でブラジル人みんなそうです。みんなブラジル人はそうやって食べるんだけど、そう、私が最初の頃こういう風にフランス料理食べるみたいに食べてたら、ブルーノだったかな、誰かに言われた。何左利きなのっていうか、なんでそんな風に食べてんのみたいな言われたことがある。そこから、こういう風に食べるようになって、もう今ではすっかり慣れました。そうで、ブラジル人にそうやってちょっとバカにされたから、普通にフランス料理とかテーブルマナーとしてこうやって持つの知らないのって聞いたら、一応知ってるには知ってるみたい。知らない人も多分いるんじゃないかなと思うけど、でも実用性考えると私はこっちの方が食べやすくないかなと思うんですけどね。どうでしょう。教室とか店で食べる、例えば授業の時に飴を舐めてたりとか、
ガムとか、あと普通になんかポップコーンとか、なんだろう、普通のご飯、まあさすがにご飯は食べないけど、なんかちょっとしたものちょっと口に入れるくらいはなんか普通です。普通に「あ、先生も食べる?」みたいにもらうこともあるし、日本じゃ絶対ありえないけどこっちでは普通。それから店の中、日本はアイスクリーム食べながら店入ったりとか絶対ダメですよね。コーヒーとか、水でさえどうだろうね、飲み物も一切ダメっていうことが多いけど、こっちはそういう場所もあるかもしれないけど、私は見たことがない。まあよっぽどどうだろう、いいお店になったらダメって言われることもあるかもしれないけど、まあ、普通のその辺のお店だと別に服屋さんとかでも何持って入っても大丈夫。これに関してはその人にももちろんよる、その人がどういう育ち方をしてきたのか、もしくは地域にももちろんよると思います。ただ私の経験上何回も見たことあります。お店でお会計の前に例えばポテトチップスとかの袋開けて食べる。それどうすんの？お会計の列が長かったりするともう会計するまでに食べ終わっちゃったりするのも見たことあるんだけど、気になるじゃないですか。それどうすんの？それお金払うのって思うじゃないですか。払ってる人も見たことあるけど払わない人も見たことある。何回も食べるだけ食べてゴミその辺に置いてお金払わないとか、ってなりますよね。びっくり。あとフルーツとかこっちは量り売りだからパックとかに入ってないので、例えばグレープフルーツ、ぶどう、グレープか、ぶどうとかちょっと味見で、普通に取って食べたりとか、みかんとか剥いて食べてる人とかも見るんですよ。別にそういう行為を推奨してるわけじゃないけど、そういう場面に出くわすこともたまにあります。ブラジル人はすごく食に関してシャッとなんていうの、マナーが、あまり良くないなっていうのはたまに感じる。マナーが悪い、ちょっとお行儀が悪いような気がする。私個人的には好き嫌い全然ないので、個人的な意見でもあるんだけど、例えば日本で生活してて、子供の好き嫌いはまだあるけど、なんか食べ物の好き嫌いってどっちかっていうと結構子供がするものみたいな考え方ありませんか？なんか大人があれ嫌だこれ嫌だって言ってると、ちょっと礼儀としてマナーとしてはなんかっていう感じになりません？別に一つ二つどうしても食べれないものがあるとかは別に構わないと思うんですけど、好みだから。でもこっちの人の好き嫌いって例えば私魚は食べないみたいな、なんか大してトライもしたこと、実際こっちのお魚ってあんまり美味しくないけど私これは食べない、野菜は食べないとか、もうくくりが大きいんですよ。なんか例えば人参は茹でてあるのだったらいいけど生はちょっととかなら別になんとなくわかるけど、もう野菜は食べない、野菜ってくくり大きいしみたいなとか、結局偏見が多い気がします。コーヒーよく飲みますよね、ブラジル人って。日本人も好きだけど、日本って冷たいコーヒーも人気じゃないですか。夏なんか特に冷えた冷たいコーヒー。でもブラジル人には冷たいコーヒーって全然浸透してないから、例えばそういう話題が出ると冷たいコーヒーみたいな、やだみたいな、なんだろう、すごい偏見が結構多くて、もうそれを結構あからさまにするので、たまにちょっとっていう、美味しいのにって思うこともある。そんなとこかな。5つブラジルでのカルチャーショックマナー編あげましたが、まだまだたくさんあるので、今後もこういうビデオを作っていこうと思います。何かコメントがあれば書いてねいいねも押してね。チャンネル登録もよろしくね。じゃあね、またね。